こんにちは。今日は小さい中に色々と詰め込みすぎているパソコンを使ってみます。こちらです。ミニスフォーラムの MS02 ウルトラというモデルです。ミニスフォーラム自体はミニ PC で有名ですが、こういったワークステーションタイプのパソコンも出しています。ミニ PC メーカーだけあってワークステーションもこのようにかなり小型のものになっています。このように小さいんですけども、中身を見てみると24コアの CPU、192GB の DDR5ECC メモリー、デュアルの 25GB SFP28 を積んでいるというかなりハイスペックな仕様となっています。今日の動画の内容なんですけども、このミニワークステーションの性能をフルで使い切るような実験をやってみます。大容量メモリーを使い切るものとしては、大規模言語モデル、いわゆる LLM を使った推論、マルチコアの CPU を使い切るものとしては、流体シミュレーションをやってみます。また今回は1台だけではなくて、これら3台を使ってクラスター計算機として使えるようにもしてみます。ということで、まず MS02、この外見の小ささに対して中身がどれくらい詰まっているのかを見ていきます。まずは外観からです。ワークステーションとしてはかなり小さいですね。ミニ PC よりかは大きいんですけども、普通のパソコンとしては小さい部類です。ちなみに MS02 ウルトラにはスペック違いの3つのモデルがありまして、これは最上位モデルの MS02 ウルトラ 285HX です。正面部分は電源ボタンとか USB 端子とかよくある構成です。こちらの USB-C の部分は USB4V2 が2ポートあります。規格上は 80GBps まで出るのでかなり高速ですよね。USB4 over Ethernet に対応しているので、例えば PC 同士を対応している USB-C ケーブルで接続すればネットワークも作れるようになっています。本体裏側からも画面の出力はできますが、こちらも画面の出力を兼ねています。次、裏側ですね。USB、LAN ケーブルを挿す RJ45 が2口、HDMI、USB4、そして SFP28 です。LAN ケーブルを挿す RJ45 は2口あって 2.5GB と 10GB です。さらにこちらのイーサーネットについては 25GB の SFP28 が2口ついています。これはマザーボードからではなくてネットワークの拡張カードから生えているものとなっています。このようにネットワーク関連についてはかなりの豪華仕様となっています。しかも SFP28 についてはイーサーネットコントローラーとしてインテル E810 が使われています。このコントローラーの何が良いかというと RDMA リモートダイレクトメモリーアクセスが使えることです。これはネットワークでつないでいるパソコンのメモリー間で直接データをやり取りする技術です。OS や CPU を介さないで高速にデータをやり取りできるというメリットがあります。今回このパソコンを3台使ったクラスター計算機でシミュレーションを走らせるのですが、この RDMA が結構効いてきます。ミニスフォーラムとしては最初からこのようなクラスター計算機として使うことを想定していて、RDMA が使えるネットワークカードを選定した可能性がありますね。次は中身を見ていきます。ケースはこんな感じでアルミでできています。筐体が小さいので放熱を考えてのアルミケースでしょうね。見た感じ継ぎ目がないので、これは押し出しとかで作ってるんですかね。結構手が込んだ作りをしています。中身も非常にコンパクトにまとまっています。下から電源、ネットワークカード、CPU、PCIe の空きスロットです。PCIe の空きスロットはロープロファイルのグラボなら入るかなぐらいのサイズです。空間的な空きは少ないので、ちょっと何つけようか迷う感じのサイズ感ですね。ちなみにここのカバーは外れます。CPU クーラーが見えていまして、入り口出口でファンが2個ついている構成です。CPU はインテル Core Ultra 9 285HX です。パフォーマンスコアが8個、エフィシエントコアが16個の合計24スレッドです。AI 処理向けの NPU もついていますが、13トップスで正直しょぼいので、おまけ程度に考えておいた方が良いです。一応用途としては画像分類であったり物体検出、小規模の LLM が動きます。なんですけども NPU を使うより GPU を増設した方が満足度は高そうです。こちらのヒートシンクの下に隠れていて見えないのですが、この下に DDR メモリーが2枚あります。次は裏側です。裏側は DDR メモリー2枚と Wi-Fi モジュール、もともと内蔵している SSD です。こちらにキオクシアの SSD が入っていますが、これは増設用に空いていたスロットです。今回は起動する OS を分けるために増設しました。
SSD の増設で言うと、実はネットワークカード上に M.2 端子があって、さらに追加で2枚増設できるようになっています。ですので SSD はトータルで4枚まで付けられる構成です。ここまでざっくりとハードウェアの概要を見てきましたが、ここからは実際に計算機として使っていきます。まず計算に使える資源についてまとめると、このパソコンには CPU が1つ入っていて、その CPU は24コアで24スレッドの計算を走らせることができます。これが1ノード分、つまりパソコン1台分の計算資源です。さらにこれと同じノードが2つあり、合計で3ノード72スレッドを走らせることのできるクラスターが1つ出来上がります。これだけのスレッド数があるので、並列計算には強いはずです。並列計算をするためにそれぞれのノードでデータの交換や同期をする必要があります。今回はそれについては OpenMPI と IntelMPI を使うことにしました。特に IntelMPI は RDMA を使えるので RDMA のありなしでどれくらい差が出るのかも検証します。ネットワークへの接続なんですけど、今回は基本的に 25GB の SFP をこのダイレクトアタッチケーブルを使って接続します。若干懸念点がありまして、このスイッチの速度が実は 10GB なんですね。計算で重要になるのが帯域幅なのか、それともレイテンシーなのかっていうのが今一つまだ分かっていないので、とりあえずこのスイッチで進めることにします。ちなみに今日の実験で使った並列計算のコードや MPI の設定方法については概要欄の GitHub とブログ記事にまとまっているので、気になる人はぜひチェックしてみてください。まずはマルチスレッドを活かした並列計算の処方としてモンテカルロ法を使って円周率を計算します。この四角形の中にランダムで点を打っていって、丸い形の中に入った点の数を数えていって円周率を計算するというものです。モンテカルロ法は並列計算と相性が良いです。というのも、一回一回の計算がそれぞれ独立していて、それぞれの計算結果同士が与える影響というのは一切ないからです。またスレッドやノードの間でワンステップ前の計算が終わるのを待つという待ち時間が発生しないので、 CPU が持っている計算資源を効率よく使うことができます。つまりモンテカルロ法を並列計算する場合は、スレッドの数が増えるほど短時間で計算を終わらせることができるということです。では実際に試してみます。まずは1スレッドだけを使った場合です。今計算を始めました。このように0番の CPU だけ使用率が 100% となっています。このまましばらく放置します。はい、計算が終了しました。1スレッドだけの場合は計算時間は 42.3 秒かかっています。次は2スレッドを使った場合どうなるか見てみます。CPU 使用率ですが、2つの CPU が 100% に張り付きましたね。頑張って計算しています。ちなみに今回モンテカルロ法の試行回数は2億回にしています。計算終了しました。22.8 秒かかっています。だいたい半分の時間で計算が完了しました。次は1ノードで使える最大のスレッド数である24です。そうしますと、はい、全部の CPU の使用率が 100% になりました。なんですけど、すぐ計算が終わってしまいましたね。さすがに早いです。24スレッドですと 2.77 秒となりました。使うスレッドの数が多くなるほど計算にかかる時間は相当短くなりますが、完全に反比例というわけではなさそうです。これはですね、計算以外に使う時間もあるからこのようになっています。次は48スレッド、多分一瞬で計算終わります。はい、終わりました。1.41 秒。そして最後3ノード合計72スレッドで計算をします。計算終わりました。0.97 秒となっています。このように計算時間が非常に短くなりますので、並列計算様々といったところです。次は数値計算なんですけども、流体シミュレーションをやってみます。わかりやすいもので言うと、このように水の流れを計算するものがあります。流体シミュレーションをするソフトにもいろいろあるんですが、今回はオープンフォームを使いました。オープンソースになっていて無料で使えます。計算の原理をものすごく簡単に説明すると、計算する対象をこのようにメッシュで区切っていきます。その区切ったメッシュの隣で足し算引き算をして微分方程式を代数的に解くということをしています。モデルの大きさは同じでメッシュをこのように細かくしていきます。そうするとものすごい端っこの細かいところまで数値計算できるようになるんですけども、メッシュの数は増えます。メッシュの大きさが変わらなくてもさらに広い範囲を
見たいという風になってシミュレーションをしましょう。そうすると広い範囲、大きなモデルのシミュレーションはできるようになるんですけども、やはりメッシュの数は増えます。ここでメッシュの数が増えるイコール計算にかかる時間が増えると言えます。このような数値計算に対しても並列計算はやはり有効です。ただし先ほどのモンテカルロ法のように並列計算をすれば何でも OK っていうわけではなくて、オープンフォームの場合スレッド数、ノード数を増やすほど計算時間を短縮できるというわけにはいきませんでした。例えばこちらの結果を見てもらうと分かりやすいです。先ほどの2次元のダムブレイクの計算でスレッド数を変えてみた時にかかった時間の比較です。使うノードが1つだけの場合はシミュレーションが完了するまでの時間はスレッド数が増えると短くなる傾向にあります。ここでさらにノードをつないでスレッドの数を増やしていけば時間短縮できるはずって考えたんですけども、そこまで甘くはなくて逆にシミュレーションが完了するまでの時間が大幅に伸びてしまいました。いろいろ検証を進めていくと、どうやら一つのスレッドが担当するメッシュの数が少なすぎると、計算にかかる時間よりその他の処理にかかる時間の方が相対的に多くなることが分かりました。また使用するスレッドの数も24スレッドを全て使い切らない方がシミュレーションにかかる時間が短くなるということも分かりました。これについてはパソコンの CPU、メモリ、あとはノード間でのやり取りで結構ゴニョゴニョしているのが原因かと思います。じゃあどうすればいいかなんですけど、1スレッドあたり数十万メッシュ程度で計算すると、計算以外に使う時間より計算に使う時間の方が相対的に長くなって並列計算をやる意味が出てきます。ここまでノード間で並列計算をするのに OpenMPI を使ってきました。なんですけども、ネットワークカードの Intel E810 が Intel MPI と RDMA に対応しているので、さらに計算を高速化できないかを試しました。こちらが結果です。Intel MPI の方が OpenMPI と比べて 17% 時間を短縮できています。ネットワークカードの Intel E810 は OpenMPI の RDMA にも対応しているようなんですけど、最適化の設計とかが難しそうなんで今回は断念しました。また機会があったらやってみたいです。今回得た知見なんですけど、オープンフォームとかを使う場合はですね、ネットワークの帯域幅10ギガとか25ギガとか、そこら辺は実はあまり重要ではなくて、ネットワークのレイテンシーの方がかなり効いているような感じがします。そして最後は大容量メモリを活かせるような実験として、大規模言語モデル LLM を使った推論をやってみます。LLM を使った推論は基本的には GPU のパワーと交代域幅のメモリーを使ってやるようですが、今回はあえて CPU と RAM でやります。今回は DeepSeek R1-Q4KM 量子化モデルを使います。パラメータはフルサイズの 671B、6710億となっており、モデルの容量だけで 400GB となっています。これを RAM 上に展開して実際に動作させます。現在メモリー上に展開が終わったんですけども、 192GB あるメモリーのうち 184GB を使っています。 96% 使っていますね。残りの2台についても実はメモリーの容量結構カツカツで、こちらは 170GB 使用、3台目は 169GB 使用となっています。すごいですね。こんなにメモリー使ったの見たことありません。ちなみにメモリーの空き容量を結構ギリギリのところを攻めたので、コンテキストサイズを大きくすることができず、2万程度のコンテキストサイズに調整しています。では実際に何かチャットをしてみましょう。こんな感じで CPU は意外と使っていますね。あとイーサネットの通信も常時 100Mbps くらいでやっています。他のノードも見てみますか。他の機体については CPU で何か処理をしているってことはしていないんですけども、イーサネットでやっぱり継続的に何か通信はしていますね。100Mbps ぐらいはやってます。急にイーサネットの使用量が落ちましたね。何でしょうか。ちょっとあまりにも遅いんでプロンプト変えます。長文話してってのは多分あんま良くないんでしょうね。400文字くらいで何か話してとしてみましょうか。すいません、ちょっとこれもなかなか終わんないんで、もう最終手段ハローですね。こんな感じで出てきました。結構遅いですね。毎秒 1.1 トークンぐらいです。先ほどのやつをちょっとやり直してみます。やっぱさっきなんかおかしかったみたいですね。こ
こんな感じで中でいろいろ考えてはいるんですけども、やっぱりね、チャット GPT とかそういったものに比べるとローカルで動いてますからね、仕方ないんですけど、やっぱり遅いですね。こういったでかいモデルが動くっていうのはロマンがあるんですけど、動作速度なんかを見ると急に現実に引き戻されてしまいますね。大きいモデルで CPU で速く動くモデルってないんですかね。はい。というわけで今日はミニスフォーラムが出しているミニワークステーションの MS02 ウルトラを数値計算や LLM を動かす目的で使ってきました。数値計算での活用はコア数の大きさと大容量ラムがあるという点から使えそうだということは分かりました。ただガチの数値計算用のワークステーションと比べると CPU とメモリをつなぐレーンの数が少なかったりとか、そういったところで見劣りはします。LLM についてもやはり GPU の独壇場で一応 CPU でも動きはするんですけども、実用性は低いなと感じました。ただメモリーが1台 192GB あるので大きなモデルが入るというメリットはあります。ミニワークステーションに興味のある方、ぜひこちら検討候補に入れてみてはいかがでしょうか。というわけでもしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがあればぜひコメントで教えてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。